自分さえ良ければいい人の方が成功してると21歳は見ていますけれども、だからそのフェーズの中で自分さえ良ければいいと思って徹底的に自分を鍛える、そして仲間とか人に与えれる人になるっていう感じだから、まずさっき言った SDGs みたいなこと言ってる学生より自分にフォーカスして俺は勝つんだと言ってることは素晴らしいけど、どっちにしても今あなた行動してないから SDGs で言ってる人と変わんないわけ。言葉遊びだけしてるから、この考え方は素晴らしいかっていうよりは行動して自分のことを結果として持ってこいよ。ああ、でもそれでムニムニ言ってるんだったら結果も出せないし行動も出せないから。一個だけ褒めれるとこあって、この Z 世代の子たちってなんやろ、根拠なき自信持ってる人めっちゃ少なくて、その点では突き抜けるマインドはある可能性はある。いや俺ほんとちょっと採用したいなぐらいだったよ。うちの会社でもちょっと欲しいですもんね。でもボール投げた時の反応が悪い。そうやって言っていただいても皆さん人を蹴落として生きてるんじゃないかなと思うんですよ。まあ今の聞いてみんなようそれ言うな言うじゃないですか。裏切られた経験があるからどうしてもそれが21歳の学生じゃん。学生時代でしょそれって。裏切られた経験って何でしたっけ？いやそれを教えていただけないので、何か言ってよ。その大きさ次第では同情の余地あるよな。言っていいんですかね。なんか正直な話すると親友だったんですけど、家がお金がないからでお金を貸してほしいって最初は数千円単位だったんですけど、最終的にぐらい貸したんですよ。連絡一切取れなくなって、そこで人ってメリットのためには何でもやるんだって言って、仲良かった友達にも裏切られて、人は人を信じちゃダメなんだなって僕は思ったんで、これからどんなに仕事したとしても仕事すれば額もでかくなるし、そうなった時に裏切られるって考えたら人を信頼するんであれば裏切られる、だったら自分一人の力でやろうっていう考え方になりました。でもそいつはさ、大内くんに金を借りなきゃいけないぐらい、学生の借りなきゃいけないぐらい困窮してたと、家が夜逃げかもしれない、いなくなって、で10年後ぐらいにあんたごめんなっつって金返しに来るかもしれないじゃん。僕はその金が返ってこないってことよりそうされたことが悲しい。いやだからそっちの事情は分かんないじゃん。10年後か20年後か分かんないし、もしかしたら来ないかもしれないけど、それはあなたの想像力が足りないだけかもしれない。10年後帰ってくればいいですけど、仕事でじゃあもしなんか信頼した取引先に裏切られたらそれはもうそれは裁判すればいいから、金を貸すっていうのはまあ究極もう上げてもいいと思って貸さなきゃダメだし、それはもう授業料だと思ってしょうがないんだけど、小さいその理由。裏切る人って絶対僕戻ってこないと思うんですよね。自信は今までのその好きがあるじゃないですか。それで裏切られてるのに、これから知り合う事情わかんない。信頼できない。事情わかんない。最初はだから小学から始まったんで、それで返すからって帰ってこなくて、それで最後飛んじゃって、あれなんでやっぱ人って裏切るっていうのはどうしても思った。まあさ21ぐらいだったらさ、新車買って事故ったとか昔だったらね、ちょっとハマっちゃったお姉ちゃんにたくさんプレゼントあげて別れちゃったとかね、友達にとか誰かに金騙されたとかなんかあるよ、みんな多かれ少なかれ。だからそのことあんまりずっと気にしてても解決しないじゃん。もう忘れた方がいいよ。本人が損してるような感じですよね。そういうね、なんか周りの話ばっかしてる。あなたの会話は主語が周り、他人、他のこと、外国人がどう、親父がどうでなんとかずっと、もうあなたの時代なんていうのぐらいだったらもう自分のことしか考えないって言ってんだったら自分のことだけ言えばいいのに、ずっと周りの話してるから矛盾してるんだよ。要は一歩目の行動が取れてない。自分の考えだからこその人を信頼しないっていう考え方。それもどっちでも言葉遊びだからもういいよ。聞く気もしない。あなたが行動した方がいい。そしたらあなたすごく元気になる。年そうなってきた。アンチっぽくないですか？アンチっぽいというのは、アンチって自分の人生に対して超不満を感じてるから、自分の過去も含めて他人のことも含めて攻撃的になってる、つまり妬みですね。確かにちょっと負の連鎖になってしまってるような感じはしますよね。今うまくいってたら、その親友に裏切られたもあの時これがあったからっていう過去の変換ってできるから。分かった。年収2000万円いきたいでしょ、はい、今いくら？アルバイト詰め詰めでやってだいたい300ちょっとです。だからその300を500にするとか500が600になるとか、めっちゃやるやん。そういう方向にフォーカスして、それをまずやっていけばいろんなこと気にならなくなる。客観的に自分見てどう思います？このまま進んだ方が幸せになるって本当に思ってます？幸せになるどうこうより不幸になることは少ないかなと思います。
確率が減るから。いや幸せじゃなかったら不幸だよ。幸せか不幸かどっちかしかない。むしろ気づいてないけど今不幸やで。大学生時代なんて友達と意味なく遊んで酒飲んで戻ってこないからね、その時間。詰め詰めでバイトしてる場合じゃないよ。でもめっちゃバイトしてることによってその自分が将来会社やりたいっていうのもあるので、何の会社かも決まってないんでし決まってなくてもでもお金はあって困らないじゃないですか。ょ。いやでもお金は後からでも稼げるから学生の時は絶対遊んでた方がいいと思う。学生時代の友達ってかなり重要だっていうのはどうです望月さんは？人とのつながりって大事だと僕は思ってるんで、仕事もお金も増えてくるんですよ。だから人が人をつないでくれるんですから、自分が騙されたから騙そうとかっていうのももうちょっと間違ってると思いますし、進学論争でもう性善説か性悪説かとか、もうソクラテスぐらいからずっとやってるんですよ、人間は、人類は。彼の救われる道は、自分で明日から今より何をするっていうのを自分軸の目標を設計して、何千年間ももうヨーロッパでも日本でもけんけんがくがくその議論やってるんだよ。人はそもそも性善説か性悪説かとかどうでもいいんだよ。で今問題はあなたが2000万稼げてないとか夢が見つかってないとか自分の問題でしょ。そこだけにフォーカスしろよ。そしたらキラキラしてくるよ。でもわりかしみんな今時の人ってこういう考え方でそれももういいからさ、そんな考え方とかまた周りがって言ってますもんね。暇な時間にそもそも生き方はこうだって言ってんならさいいけど、そういうの老後にやってくれよ。もう隣のおじちゃんぐらいになってからさ人とはなんと金八先生やれいいけど、あなたまだ何もまだできてないんだから。見つけた時には絶対に人に頼らないと多分成功でかもしきない。れないけど、そこはそう何を選ぶか職業にもよるからさ。自分の幸せってたかが知れてんだって。自分のために金使って自分がいいもん食って自分がいいもん身につけてってすぐ飽きるの。30になるまでに飽きるよ、そんなの。それって幸せじゃないですか、楽しくて。だってだから飽きるって言ってる。それも安定的にできるようになってくると、そうなってくると次は家族子供とか嫁さんとかにいい思いさせたいとかで、それもできるようになってくると、飽きるで、そうすると周りで困ってる仲間を助けてあげたいなとかになっていく、自然となっていくから、とりあえずまずはじゃあ自分が飽きるまで自分の幸せを追求してもいいけど、ただどういう方法でそれをやっていくのかっていうのが結構大事かもしれない。今彼女おる？いやいないです。やろうな。彼女できたことないです。恋愛しなくても生きていけるじゃないですか。まあな。すげえな、それはそれで。恋人という側面から人のことをもう一度信用するというのは一つの方法としてはありかなと思いますが、そろそろ討論の終了の時間が近づいてきました。生ぬるい Z 世代が日本の衰退にとどめを刺すと思ってます。一番ふぬけてる世代ってゆとり世代じゃないですか。生産力もないのに残業もしない、怒ればすぐに辞める、稼ぎもしない副業を始めるとかバカばっかりじゃないですか。老害すぎ。君らの世代だけが上にうるせえっていうのはおかしいよ。上の世代がもうルールでできないことを自分たち発信でやっていけばいいのになって。権利とか弱者保護とかに行き過ぎてるんです。時代の恩恵を受けた方々の勘違いなのかなっていうふうに思ってその Z 世代とどう共存していくかを考えないと日本がより良くなる未来なんかなくないですか？将来的にはもちろんそうではあって、将来的じゃない、今現在。成功してるかしてないかが大切な風に見えてくるんですよね。成功してるって言ったやつから大体負けるから。自分で気づくまでは多分変わらんと思うから、超浅いのでいいからなんか超欲望に忠実になってほしいなって思う。じゃあそこから自分が幸福になるっていうところから始めて自分に自信が出てきて、その次のフェーズで周りとやっていくっていう、その他人を信頼するフェーズになっていくから、不幸なこうずっと責めてて悲しい気持ちになった1時間だから、スラム街に住んでる子ってさ、俺らから見たら不幸せやけどさ、その子たちって別に幸せやと思ってると思う。なんか世界一幸せな国ってだってブータンでしたっけ？ありますね、幸せでも世界一幸せって言われてて、そんな感じ？勝手に幸せって思い込んでるけど、周りから見たらあこいつかわいそうってなってる感じ。客観視をしてから自分の欲望に忠実になって自分を満たしてから他人のことに目を向け出すっていう、このフェーズかなと思うから、まずいっぱい
女遊びしてください。はい、人を騙す続けるぜみたいな、そっちを自分だけ上り詰めるぜって言ってたんですけど、まあ、自分が寂しいからとか同じ思いをさせたくて仲間を増やしたくてやってるのかなとかちょっと思っちゃったっていうか、同じ思いさせてやりたいみたいな、俺がされたんだからみたいな風にもちょっと聞こえちゃったし、かわいそうだなとかも思っちゃったし、そのなんていうんですか、だから一緒に見てます。仲間意識が芽生えてしまいましたね。では山本社長。21歳で人はどう生きるべきか考える時期なんですよね。さっき言ったモラトリアム期間みたいなのあってね、いろんな映画見たりさ、友達と酒飲んで語り合いながら、ほとんど無駄な時間で行動した方がいい。利己的で性悪説みたいなところと、ね、利他的で性善説みたいなところをずーっと極めていくと、コツンと当たって同じとこに行き着くって、俺はそういうふうに何歳の時か行き着いて、これ考えても意味ないなと思ってね、まず行動して何か夢を見つけたり、ね、充実するところを見つけてほしい。恋愛でもいいし、ね、ビジネスでもいいし、趣味でもいいし、頑張ってください。大内さんと割と似たような考え方を持っている部分はあるんですけど、ただ違うのはその幸せが何かっていうのがはっきりしているのと、自分が何をしたいのかっていうのがはっきりしているので、その差だけかなっていう。やっぱその目指すところもぼんやりしてるし、その幸せっていうのが何かっていうのもきっと分かってない、ぼんやりしてたし、そこに向かっていくための武器っていうのもまだぼんやりしてるので、ただ考え方自体は俺はまだそんなに間違っているとは思わないので、それはまあ段階を踏んで変わっていくと思うので、まずはその目標設定とどうやってそこまで行くかっていう方法をしっかり考えることの方が有益かなと思いました。経営者としてすごい方々の話を聞いた上で、やっぱり自分がもっと成長できるなっていう感じたっていうのと、コンプレックスの塊が大きいんで、そこがなんか取り除けたらいいなというふうに思いました。ゲストの方が言ってる部分で分かるところがありました。仕事とか決まってないんで、人を信用するって部分は僕納得できなくて、やっぱその人を信用するのになんかいいことあんのかなっていう。まただからいいからそれも俺はお前を信用するよ。皆さんがおっしゃるように好きなことを見つける、何かにがむしゃらに一度取り組んでみる。そうするとね、人が必要になってくるかもしれませんし、世界を広げてもっと幸せになってほしいなと思いました。ちょっと最後いい？はい、だから社長。ね、本当は信用したいんだよ、あなたは人を。愛がやばいよ。信用か信用しないかで悩むってことは本当は信用したいんだよっていうあなたがいるから悩んじゃうんだよ。だからもう疲れる悩みだからどっちでもいいから、今日はじゃあ信用しない、明日は信用するってどっちでもいいから、辛くなっちゃうから、ね、まず自分の行動して夢を見つけた方がいい。先生じゃん。この愛をしっかり受け止めてください。先生じゃん。皆様本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。次回の女子業界チャンネルもぜひご視聴ください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。バイバイ。最高のひな壇やな。